皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。前回の動画で、ビデオマスターというイコライザーアプリについて、これは本来、こういう使い方をするアプリではないんだけれども、これを使用すれば、ワイワイ文字起こしという文字起こしアプリで、バックグラウンド音声認識に成功することができました。つまり iPhone 単独で動画ファイルから文字起こしすることができました。とご報告いたしました。これだけでも私にとっては革命的な発見なんですけども、賛同者は今のところ誰一人いないです。しく。このワイワイ文字起こしというアプリは大変優秀な文字起こしアプリなんだけれども、ファイルから文字起こしができないばかりか、内部音声からも文字起こしできない。つまり別のデバイスから音声を出さないと文字起こしできない。という極めて使いづらいアプリだったんですよね。今までは、これが iPhone 単独で文字起こしできるようになったんですから、革命的だというわけです。わかってもらえませんかねそれともう一つ、極めて大事なことを今回発見しました。これは、UD トークという文字起こしアプリにも言えることなんですけれども、この2つのアプリは辞書登録ができるなど、語字については極限まで少なくできる大変優秀なアプリです。おそらく精度 99% 以上にアップできるアプリではないかと思うほどです。これは Google や Microsoft、ノッタなどが精度 98% 未満で立ち止まっているのと比べても優秀です。まあ、固有名詞を辞書登録できるかできないかの差だと思います。しかし、残念ながら、脱字については、この2つのアプリとも非常に問題があります。つまり、文字抜けがかなり頻繁に発生するという欠点があったんですよね。私は今まで何か通信環境が影響しているのかな、とも思っていました。そして、私はこの脱字が嫌で、UD トークもワイワイ文字起こしも使わなくなってしまったんですよね。しかし今回、限りなく脱字 0% に近い方法を発見したのです。つまり、ビデオマスターをうまく使うことによって、2つのアプリともに脱字がなくなることを発見したのです。すごい結局原因は通信環境ではなかったということになりますね。これが真実なら、使い方のコツは以下のようなことです。1、まず、ワイワイ文字起こしまたは UD トークを立ち上げて音声認識をオンにします。ワイワイ文字起こしはたまにオンにならないことがあるので、人の声に反応するか確認してください。2、1をバックグラウンドで動かしながらビデオマスターを立ち上げて音量レベルを最大 500% にしてプレイボタンをクリックします。なお iPhone 本体の音量は音が割れない程度 80% 程度にします。3、ワイワイ文字起こしまたは UD トークに戻って文字起こしを見守ります。これだけです。つまり音量レベルを極端にかなり上げる 500% にすることで脱字がなくなったという結論になります。だったら今まででも外部音声の音を大きくしたら脱字が減ったんじゃないの？と思う方もおられると思いますが、よくわかりません。おそらく今までのレベル以上に音量を上げたことで脱字が減ったのかもしれません。今まで 500% も音量を上げることができなかったので、わからなかったんですね。多分、実際に脱字率、誤字率を検証してみましたのでご覧いただきたいんですが、今回は上川かおるさんのロシア軍は南部戦線でも破滅間近かという動画を使わせていただきました。それでは結果発表です。1、ワイワイ文字起こしアプリ、総文字数4108文字、誤字67文字、誤字精度 98.37%。脱字11文字脱字精度 99.73% という結果になりました。2、UD トークアプリ、総文字数4208文字、誤字171文字、誤字精度 95.9% 率、脱字3文字脱字精度 99.9% という結果になりました。総文字数については、不当点、改行マークによって変わってしまうため、総文字数だけでは脱字精度とは関係ありません。ということで、ワイワイ文字起こし、UD トークともに
脱字は 99.9% 近く、ほぼなくなったと言ってもいいと思います。誤字については、今回の動画は固有名詞が多すぎたので、評価には向かなかったかもしれません。辞書登録すれば、かなり改善できますので、今回の脱字調査には参考程度にしてください。ということで、今まで UD トークやワイワイ文字起こしで、脱字が多くてお悩みの方がおりましたら、マイク等の改善ももちろん影響があると思いますが、音量が極めて影響しているかもしれない、ということを、ぜひご参考にしていただくと幸いです。以上です。